今回はかっこ悪いパパが嫌いなたかしくんのお話だよ。本当にかっこ悪いのか最後まで聞いてね。それでは読みます。パパはスーパーヒーロー。たかしくんの家のパパは毎日スーパーで働いています。時々ママと一緒にお買い物に行くとパパがお肉を並べているところに出会いますが、なんだかそんなパパが格好悪く思えて声をかけられるのが嫌でしょうがないのでした。友達のパパはビシッとスーツを着込んで毎朝仕事に行くし、家に遊びに行った時もだらしない格好なんてしていません。たかしくんのパパのようにスウェット姿で髪の毛がボサボサなんてことはないのです。だからたかしくんはパパのことがあまり好きではありませんでした。パパは日曜日が休みというわけではないので、学校が終わってから友達が家に来た時にたまたまパパが居間にいるなんてこともあります。友達も突然「たかしんちに行こうぜ」と言うのですから、その流れに逆らうことなんてできないのです。それにパパが本当に休みかどうかなんてたかしくん自身も知らないことなのですから、みんなのパパのように土日が休みだと分かっているのならば、最初から今日はダメと言えるのですが、じゃあパパに格好よくなってほしいと思ってもそれも無理な相談です。仕事に行く時だってジーパンに T シャツ姿、冬だって夏と同じジーパンにジャンパーが加わるだけです。休みの日にちょっと買い物に行くなんて時もスウェットのまま出かけてしまうし、家族でどこかに行こうって時もヨレヨレのジーパン姿です。どう考えても父親らしいとは言えない姿に、たかしくんはもうパパと一緒に出かけるのが嫌になっていました。でもこの話をママにすると、パパは本当はとっても格好がいいのよと言います。どこをどう見たらかっこいいなんて思えるのかたかしくんには分かりません。パパはね、結婚する前はとっても格好がよくてね、ジーパンの似合う人だったの。それを聞いてやっぱりジーパンなのかとがっかりしました。それにね、何よりも弱い者いじめをしないわよ。弱い者いじめはいけないことですが、たかしくんが思っているのはそんなことではありません。だって友達の前でいつでも弱い者いじめをしない姿なんて見せられないのですから。パパはね、いつもダラダラしているように見えるけど、困っている人がいるとすぐに声をかけて助けることができるの。とっても勇気のある人なんだよ。と言いますが、これまたたかしくんには響かないようです。どんなに何を言われても、ママが言うのはすべて見えないものばかりだからです。見えないものでは友達に自慢はできません。ところが、そんなたかしくんの気持ちを変えることが起こりました。それは子供会での遠足の時のことでした。いつもは忙しいパパがその時だけは休みを取れたからとママと一緒に参加したのです。本音を言うと、たかしくんはパパが参加するくらいなら子供会の遠足なんて行きたくないと思っていました。でも当日になってからパパが来ることを告げられたたかしくんはみんなに断ることができません。それで仕方なく遠足に参加したのです。
行き先は動物園でした。1年生もいるし、6年生もいる子ども会です。みんなが楽しめるものと考えて動物園になったようですが、5年生のたかしくんとしては動物園よりも遊園地に行きたかったようです。それに動物園だとパパがゴリラの真似をしたり象の真似をしたりして子供たちに笑われるから余計に嫌なのです。みんなが笑うから嫌だというたかしくんと、みんなが笑えるくらいに楽しいんだからいいじゃないかというパパ。そこにはたかしくんでは埋められない溝があるようです。ところが動物を見て歩いていると、おばあさんがうずくまっているところに遭遇しました。以前道路にうずくまっているおばあさんを助けたら変な言いがかりをつけられ、それが詐欺師だという話を聞いたことがあります。だから誰もおばあさんに声をかけませんでした。遠巻きに見ているだけで大丈夫なのか、声をかけていいのかと迷っているようでした。ママでさえ迷っているのです。たかしくんはどうなるのかと不安な思いでいました。すると小さな子供がやってきておばあさんに声をかけています。どうやらその子はおばあさんの家族のようで、とても心配そうにしていました。他にお父さんやお母さんがいるのではないかと見回しますが、そんな人の姿が見えません。子供会のお父さんもお母さんもどうしようかとささやき合っているのですが、どうしたらいいのか答えが見つからないようでした。そんな時、たかしくんのパパがみんなをかき分けて前に出ました。どうしました？おばあさんに声をかけたのです。胸が急に苦しくなって。おばあさんはやっとそれだけを言いました。パパはそばにいた子供に、お父さんかお母さんはいるのかいと聞くと、子供は首を左右に振り、おばあちゃんと2人で来たことを伝えていました。それを聞くと、たかしくんのパパはすぐに電話を取り出し、救急車を呼びました。電話の向こうからは、おばあさんの状態を聞いてくる声と、どうしたらいいのかを伝えているようで、洋服の胸元のボタンを外したり、涼しくなるように日陰を作ったりしていました。そのうち動物園で働く人が何人もやってきて、救急車の人が来ると、いつものパパとは思えないほどはっきりと状況を説明していました。救急隊員はお父さんから話を聞くと、おばあさんと子供を救急車に乗せて出て行きました。全部終わると、周りからは拍手が巻き起こり、さすがだね。最近は年寄りの詐欺があるからなかなか声をかけられないよな。と、たかしくんのパパを褒める声がたくさん聞こえてきました。すると、ママが小さな声でたかしくんに言いました。ほらね、たかしのパパはスーパーヒーローでしょ。たかしくんはみんなに褒められて照れているパパを見て、確かにスーパーで働くヒーローだねと思いました。このことがあってから洋服とかボサボサ頭なんて関係ない。いざって時に動けるパパこそ一番格好がいいのだと思えるようになりました。それからは大嫌いなパパが大好きなパパとなり、友達に胸を張ることができるようになりました。おしまい。